さて前回石垣島鍾乳洞、八重山鍾乳洞動植物園と行きましたが、今回は最後の鍾乳洞、龍神鍾乳洞へ行ってきました。この龍神鍾乳洞は八重山鍾乳洞動植物園にいたあの老人一押しのスポット。この龍神鍾乳洞の全長は8000メートルですが、そのうち300メートルが一般公開されています。また鍾乳洞内に祈願所がある世界初の鍾乳洞ということが知られています。八重山鍾乳洞動植物園に行く途中のカウボーイを曲がってまっすぐ行くと、迷わずにこの入り口にたどり着きます。十二支になぞらえた形の鍾乳石が鍾乳洞内にはあるそうですが、それを探す体力は私には残っていませんでした。鍾乳洞の入り口はかなり暗いので明るさを増やします。広い空間の壁や天井から伸びる鍾乳石、小さい鍾乳石も無数に伸びていて、なかなかいい感じです。鍾乳洞の両サイドには小川が流れていて、小川のせせらぎもいい感じです。この小川の水とともに、この鍾乳洞は海まで続いているとパンフレットには書いてありました。確かに位置的に考えると、ここから海まで8キロぐらいはありそうです。今一瞬右手に動物のような形をした鍾乳石がありましたが、それが十二支のものなのかは確認しませんでした。おそらくここも昔は十二支をライトアップしていたけど、予算の都合でライトが故障して何の変哲もない鍾乳洞になってしまったのだと思います。しばらく歩いていると、奥に何やら地上からの明かりが降り注いでいる空間があります。この龍神鍾乳洞は龍神鍾乳洞協会とも言われ、鍾乳洞内に祈願所がある世界初の鍾乳洞なのです。この祈願所に龍神が現れて洞窟の人々を守ったとパンフレットには書いてあります。雨天の場合は濡れますのでと少し高圧的ですが、一般公開されているのは300メートルなので、そこまで長くはない鍾乳洞でした。引き返せとあるので素直に引き返す人も多いようですが、もろに右の方に出口らしきドアがあります。素直に引き返した方が無難なのですが、この出口らしきドアの先にも進みたい。しかしながら先に進んで道に迷ったりしたらもう体力の限界なので倒れてしまいそう。そんな葛藤の末、結局は
後悔したくないので出口のドアを進むことにしました。私の天才的方向感覚とこの鍾乳洞に来る途中に脇道があったという事実に関して考察すると、この先を行けばその脇道にたどり着く可能性が高いとも思いました。天候もだんだん怪しくなってきました。人っ子一人いない田舎のあぜ道を43歳のおっさんが動画を撮りながら歩く。体力も限界だったので、ここでのたれ死んだら誰も助けには来ないでしょう。そうこうしているうちに見たことのある道路にたどり着きました。最後は八重山鍾乳洞動植物園の入り口で雨宿りです。